ズバリいくらかかるんですかね？繁盛店にしたいんだったらやっぱりある程度お金をかけて、お店っていうのが、はい、よろしくお願いします。お願いします。最初ってどうしても皆さんつまずくところで言うとお金のところだと思うんですね。はい、例えばお店をやるのにも結構お金かかりますし、あとはまあ人件費もたくさんかかると思うんですけど、僕そのあたり全くわからないので、ラーメン屋さんの初期費用、これって開業資金どれぐらいかかるのか、ちょっと今回教えていただいても良いでしょうか？わかりました。ありがとうございます。このチャンネル見てる方の中で、倉本さんのこと全然知らない方も見てるかと思うので、ぜひ一度自己紹介をお願いします。そうですね。僕はラーメン店のコンサルをやっていて、ラーメン屋さんをね、立ち上げから関わったプロデュースも含めれば、約400店舗ぐらい関わってますね。あと完全に1から10までプロデュースしたお店っていうと140店舗ぐらいあります。この業界で今もう15年ぐらいやってます。このチャンネルでは皆さんの開業のアドバイスをしていきたいと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。この動画をご覧いただきありがとうございます。ラーメンをね、始める方の8ステップ用意してますので、ぜひ興味のある方は概要欄の LINE 公式からお受け取りください。早速なんですけど、ズバリいくらかかるんですかね、費用でいうと。費用はね、ピンからキリまでなんで、実際は、いわゆるラーメン屋さんの居抜き物件、要は跡地ですよね。跡地みたいのがあれば、過去で言うと、本当に百数十万でスタートした人もいますし、スケルトンから何もないところから作れば、やっぱ1000万、1500万かかるケースもあります。ただ、どれが一番いいのっていうと、正直言ってお客さんって、やっぱりもう今いろんなお店があるから、当然綺麗なお店とか、感じのいいお店とか、いわゆる今風のおしゃれなお店とか、っていうのもやっぱ選ぶようになるから、特に女性とかは。だから何でもいいわけじゃないんですよね。昔ってラーメン屋さんってすごくダサい、汚いぐらいのが美味しいみたいな感覚が多かったんだけど、最近の若い人はそういうお店はもうだんだん流行らなくなってきてるから、どうしても綺麗なお店っていうのになってくると、ある程度ちょっと費用をかけないと、いわゆる今風のかっこいいお店にならないんですよね。だから正直、繁盛店にしたいんだったら、やっぱりある程度お金をかけて、きちっとしたコンセプトを作ったお店っていうのが、今は流行る。そういうお店作ろうと思ったらやっぱり1000万ぐらい前後は必要で、ただどうしてもラーメン屋だけやりたいと、とりあえず何でもいいからスタートしたいっていうと、居抜き物件でだいたいそうですね、200万から500万ぐらいでスタートする人が多い。実際その500万前後の人も多いですけどね。やっぱ1000万持ってる人ってそんなにゴロゴロいるわけじゃないから、500万ぐらいだったら始めたいっていう話の人が多いですね。大体何に一番お金がかかるんですか？これもまた物件取得にもよるんだけど、当然いい場所って敷金だけで家賃の10ヶ月とか、ちょっとねローカルな場所だったら変なし家賃の 2ヶ月とか3ヶ月分でいいよっていう、もうそこで全然変わっちゃうし、そこが一番大きいかな。内装工事ってどこの地方行こうが都会だろうが、大工さんの工事もテーブルも椅子も全部同じ値段なんで、別に都会だから高いってことはないんで、半分ぐらいは改装費にかかって、半分ぐらいがいわゆる物件取得費になっちゃう。ちなみに今お店の話だと思うんですけど、実際のメニューの開発とかっていうのはお金かかったりするもんですか？メニュー開発は僕のコンサルの中に入ってるからお金はかからないですよ、そんなに。なるほど。そのあたり始めようと思うとき、いくらラーメン好きでもやっぱり作るのはちょっと違うじゃないですか。違いますね。もし仮にコンサルを受けなかった場合、普通に一からど素人でやりますってなったら、お金というより年月がかかる。いやもうそうですね。だから結局どっかで修行しなきゃいけないし、勉強しなきゃいけないじゃないですか。でそれってやっぱり一からやろうとするとなかなかね、例えばこのスープをどうやってその何種類も作るんだって話にもなるし、多分知識がないとできないと思う。確かに修行してから自分のお店出すイメージがありますね。そう、もうラーメン屋さんって基本的にね、何年か修行してから独立するってパターンが多いんだけど、もう今はねそういう時代じゃなくなってきてるんで、もうやりたい人がパッとノウハウを買って開業っていうパターンが増えてるんで、
ちょっと話を戻すと、さっきのお話で物件の取得費用っていうところがあったと思うんですけど、僕、青森出身でして、青森のお店もプロデュースされてたと思うんですけど、青森とか地方と都会だと結構そこに差が出てきます。めちゃくちゃもう家賃が雲泥の差です。そりゃそうですよ。雲泥の差です。僕は同じ500万かけるんだったら、絶対地方のがいいです。なるほど。もう絶対東京都内なんて僕は出すもんじゃないと思ってるんで、同じ絶対費用かけて同じ出すんだったら、絶対地方のがいいです。そうなんですね。地方のがなんか人口が少ないように思うけど、東京ってどうしてもラーメン屋さんの競合も多いし、ラーメン以外の飲食店も多いし、人も多いけど店も多いんですよ。でも多分青森の地方とかだと人も少ないかもしれないけど、お店も断然少ないんですよ。まあそれはそうです。で、田舎ほど車社会じゃないですか。だから変な話、10キロ圏内は小圏なんですよ、一つのお店の。多分ラーメン屋にご飯食べるのに多分10キロぐらい普通に走ると思うんですよ。行きますね。で、東京だとやっぱ10キロ走るっつったら結構な距離なんで、まず車社会じゃないから、ほとんどの人が。電車だから、そういった意味ではもう1駅2駅っていうところになっちゃうし、もう圧倒的に絶対地方の方が商圏が大きくて、10キロ圏内が商圏だとしたら、1店舗あたりの人口って結構な数になるはずです。確かに間違いないです。そうすると、店数が少ない、競合が少ない、家賃もべらぼうに安いんで、絶対地方の方が成功する確率が高いんですよ。ありがとうございます。じゃあもうこれから始めたい人はもう絶対地方の方が。僕は地方ですね。もう一個言うと、地方の人ってなぜか東京に出たがるんですよ。なぜか、東京で出店したい。ああ、なるほど。出店したがるんですよ。僕いつもね、やめとけって言ってるんですけどね。東京の方が多分儲かると思うんでしょうね。多分居酒屋とかいろんなね、別な業態は東京の方が儲かるのかもしれない。アルコールとか扱うお店は。だけど、ラーメンに関しては僕は地方の方が絶対有利だと思います。ありがとうございます。はい。そうですね。お金が結構どれぐらいかかりそうかなっていうのをイメージできたんですけど、実際開店してから、いわゆる損益分岐点じゃないですけど、どれぐらいで皆さん開業資金開始終わって？これはね、繁盛しちゃうと、変な話1年かかんないで、そうなんですか？回収しちゃう人が多いですね。はいです。で、まあラーメン屋さんって大体、なんていうのかな、オープンして、普通こうお店ってこう徐々にこうお客さんがついてきて売り上げも上がってくるんだけど、ラーメン屋さんって多分オープンした瞬間がもうマックスの売り上げが上がっちゃうんですよ。どっちかというとそこからこう下がっていく業態なんで、この下がらないようにいろんなアイデアを出してこう落ちないようにやっていくのがラーメン屋なんですよ。なんでまあ、なんだろう、うまくいっちゃえば本当に1年以内で投資回収できちゃうし、どんなに悪くても2年から3年あれば回収できちゃいますね。それはちょっと意外でしたね。そうなんです。それはね、でもこれラーメン屋ならではだと思う。他の飲食店だと今のオープン時にこうマックスになるっていうところがちょっとまずないですね。やっぱりこういろいろここにありますよって認知 SNS 含めて営業活動販促活動してお客さんがついてきて常連客がついてっていう風になっていくのが普通の飲食店だけど、ラーメンはね、なんかオープンっていうだけでまず来るんで、ラーメン好きな人が僕も行きますね。確かにまず来るんで、次その方々がすごいうまいいいよって言ってくれればつながるんだけど、だいたいラーメン屋さんってやっぱそのオープンしたばっかりのところってきちっとした準備ができてないと対応が悪かったりとか、ラーメン出るのが遅かったりとか、そこですごいなんだよすごい待ったけど大したことなかったとか、変なネガティブなイメージつけちゃうともう来てくれなくなっちゃうんで、だからオープニングの準備をきちっとしていい対応すれば次につながってくるんで、最初が肝心ですね。最初が大事なんですよ。最初は。今日はお金がテーマではあるので500万から1000万ぐらいかかると思うんですけど、この開業資金って皆さん銀行から借りたりっていうことになるんですか？まあそうですね。もうほとんどの人が自己資金あっても、僕はもう借り入れしてくれって言ってますね。銀行融資とか保証協会の融資とかも含めて途中の運転資金って貸してくれないんで、ああいうとこ工事費とか契約金とかには融資はしてくれるけど、途中の運転資金は貸してくれないんで、もう先に自己資金があったとしてもそれは取っといて借り入れして作った方がいいですよね。そのあたりって結構簡単だったりするんですかね、開業資金の借りる。
いや、まあでもそうですね。やったことない人は難しいかもしれないけど、一応事業計画作って、その事業計画が信憑性が高ければ、多分融資はしてくれるんで、もしその事業計画が多分ね、作ったことない人はできないと思うので、そこは僕は教えます。作り方とか、提出の仕方とかも。そうなんですね。じゃあもうそしたらもう蔵元ゼミだと最初の開業にかかるところから結構。そうですね。もうそこが大事なんで。あと最近は助成金とかもつけれるんで、そこら辺もアドバイス。そこを本当に知らない人が例えば途中で運転資金なくなってってなったらもう大変ですよね。大変です。なかなかやっぱ今度貸してくれないですからね。そこも含めて最初にやっぱ教えてもらった方が一番手っ取り早いというか。と思いますよ。蔵元ゼミでの、開業の時点でなんかどういう流れでこうサポートしてくれるか最後教えていただいて。お問い合わせいただければ、まずは面談してその人の考えとか状況とか、例えばどんなラーメン出したいとか、どういうのが味が好きだとか、そういったところから入って、じゃあどういうところにどういうラーメン店を目指すかっていうのをまずコンセプト決めていきながら、次に物件探しですね。物件探しして、うまく見つかれば早くできるし、物件なかなかすごい時間かかっちゃう人もいるけども、それをやりながら、予算と考えに合致する場所がもしうまく見つかれば、すぐそれを今度は工事業者に依頼して実行するって感じですよね。で、その間にラーメンの試作品をしてオーナーさんに食べてもらいながら最終的な味の着地を決めていくっていう、その間あと借り入れとかそういった手続きもしながら同時進行なんですけどね、その辺は。お店ができたらオープンのトレーニングをして、いざオープンっていう感じですね。そう言われるともう全然一人でできる気がしなくなってきました。そうですね。力やっちゃうと本当に多分その時間もったいないと思います。いや間違いないですね。だから僕なんかに聞いてくれればそこの辺は2段跳び3段跳びぐらいはできるので、いいかなと思ってます。ありがとうございます。はい。本日はラーメン屋の開業資金についてお話お伺いしてきました。最後に今回の総括を倉本さんからお願いします。そうですね。ラーメン屋さんをね、まず始めるには自己資金があっても借り入れでスタートしましょう。絶対もったいないんで、自己資金を取っといて、借り入れすることが全然恥ずかしいとかではないんで、借り入れして、助成金などを使って、手持ちの資金は残したまんま開業っていう風にやっていきたいと思います。このチャンネルではね、ラーメンに関する情報発信をどんどんしていきたいと思いますので、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。あと概要欄に LINE 公式を上げておきますので、ご興味のある方はぜひ LINE の登録をお願いします。よろしくお願いします。LINE は何でも質問してもいいんですもんね。はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。今日の動画は以上となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。